こんにちは、アリアです。今回は、私たちが生きている地球という場所が、実は宇宙の中でも特別な性質を持ち、そこに転生する魂には厳しい審査があるという視点についてお話ししていこうと思います。宇宙的な観点で見れば、地球という環境は魂の成長において、非常に独自の条件が揃った高密度学習フィールドとして設計されています。その特徴を紐解いていくと、私たちの人生で起きる感情の揺れや人間関係の複雑さ、生きづらささえも一つの意味を持って現れていることが見えてきます。まず最初に大事な前提をお話しします。それは地球には忘却のベールと呼ばれる強力な仕組みがあるということです。多くの星では魂は生まれる前の記憶や自分の出身性、過去性の経験をある程度保持したまま転生していきます。しかし地球ではほぼ全ての魂が自分が誰だったのかを忘れて生まれてきます。なぜこのような仕組みがあるのでしょうか。それは記憶を忘れた状態の方が自由意志による選択がより純粋に働き、魂の本質的な成長が促されるからだと考えられています。過去を覚えていると、魂は無意識に同じパターンをなぞろうとします。しかし、記憶がない状態では、選択は毎回ゼロから行われ、自分の内側にある本音や本質が浮き彫りになります。地球は、この忘却を学びの起点とし、自由意志を最大限に発揮する舞台として成立しています。次にお話ししたいのは、地球の感情密度の異常な高さです。私たちは日常的に喜びや悲しみ、怒りや恐怖、不安、期待、愛情、孤独といった様々な感情を経験します。しかし、宇宙の多くの文明では、こうした濃度の高い感情は存在しなかったり、もっと穏やかで静かな波として流れていたりします。地球の感情は激しく、複雑で、質量を持つような重さすらあります。この濃密な感情の中で生きることは魂にとって大きな負荷であり、同時に深い学びになります。怒りをどう扱うのか、喪失をどう受け止めるのか、愛をどう選ぶのか、孤独の中でどう立つのか。これらは地球でしか身につけられない種類の学びです。宇宙審査が必要なのは、こうした感情の密度に耐えられる器があるかどうかが重要だからです。そして地球には物質的な制約という特性もあります。私たちは肉体という器に入り、重力の影響を受け、老化し、痛みを感じ、限界を持ちながら生きています。これは宇宙的に見ると非常に珍しいことです。多くの文明では意識や軽いエネルギー体のまま存在していたり、肉体があっても制約が少なかったりします。地球で肉体を使って生きることはそれだけで大きなチャレンジです。疲労、怪我、寿命、身体的なコンプレックス、こうした制約の多い体とともに歩むことが魂の学びに深みを与えるように設計されています。肉体によって動ける範囲が決まり、感情が増幅し、選択の幅が限られ、関係が固定される。こうした制限の中で自分をどう生かしていくのかというテーマが地球特有の学びとして存在します。また、地球は二元性の星として設計されていると言われます。光と闇、自由と束縛、愛と恐れ、秩序と混乱、優しさと攻撃性、対立するエネルギーが強く同居し、互いを押し広げながら存在している世界です。こうした二元性は魂にとって大きな試練となりますが、同時に成長を飛躍的に早める要因にもなります。対立の中で選択を迫られるからこそ、自分の本質が試され、内側の意志が磨かれていきます。
二元性が弱い星では葛藤が少ないため、魂の成熟にはより長い時間が必要になります。地球はその逆で圧倒的なスピードで魂が磨かれる場所です。ここまでの特徴をまとめると、地球は記憶を忘れ、濃密な感情を経験し、制限の多い肉体を持ち、強い二元性の中で選択を迫られるという非常に特殊な条件が揃った学びの場だということがわかります。このような環境は宇宙の広い領域を見渡してもほとんど存在しません。だからこそ地球は魂の最終試験場とも呼ばれるのです。そしてそこに転生する魂には必ず何らかの審査が行われます。感情の耐性、波動の適応度、忘却の中での学習能力、肉体の制約を受け入れる覚悟、こうした要素が確認されて初めて魂は地球への転生を許可されます。では、なぜ魂はそんな厳しい場所を望むのでしょうか。それは地球でしか得られない学びがあることを魂の奥深くが知っているからです。癒し、統合、調和、創造、愛の再確認、自分軸の確立。地球の環境はそれらのテーマを圧縮された時間の中で学ぶことができるように設計されています。魂にとってはリスクも大きいですが、得られるものがあまりにも大きいため、地球への転生を最後のステップとして選ぶことがあります。そして多くの魂にとって地球は帰還の場でもあります。過去の星々で積み残した課題を持っている魂が地球で総まとめを行うように計画してくるケースもあります。ここで感情密度テストとはどういうものか説明していきたいと思います。先ほども触れましたが、地球は宇宙の多くの星々と比べて感情の密度が圧倒的に高く、人間の内側では非常に複雑で重厚な感情が渦巻いています。愛、怒り、悲しみ、焦り、嫉妬、希望、喪失感、孤独。こうした感情はただ発生して消えるものではなく、強く流れて魂の内側に深い刻印を残していきます。この感情の濃さに耐えられるかどうかを確認するのが感情密度テストです。宇宙審査の場では、魂に様々なシミュレーションが提示されます。喜びと悲しみが急速に入れ替わる状況、期待と失望が交互に押し寄せる環境、孤独と愛情の狭間で揺れる経験。こうしたシミュレーションを通して、魂が感情の波に飲み込まれるかどうかが観察されます。もしその波を冷静に見つめる余裕を持っていれば、魂はこのテストをクリアします。しかし、多くの魂はこの感情の濃度に圧倒されてしまい、地球はまだ早いと判断されます。感情に飲み込まれる癖が残っている魂は、地球よりも優しい星で学びを積むことを選ぶことになります。次に行われるのが波動同調テストです。地球には地球特有の振動があり、それは少し荒く、複雑で重さのある周波数です。他の星の魂が地球に入ると、この周波数に馴染むまでに時間がかかり、場合によっては地球酔いのような状態になることがあります。魂の輪郭が少し揺らぎ、安定が崩れるのです。波動同調テストは、この地球の振動を事前に体験し、それに適応できるかどうかを確認するためのものです。地球の周波数に触れた瞬間、多くの魂は重いと感じます。それは物質の密度、音や光の複雑さ、地球特有の思念の集合体などが関わっているからです。地球には数えきれないほどの人間の思考や感情が重なり合っています。それらが無数の層になって地球全体を包み、その密度に魂が耐えられるかどうかが試されます。波動同調テストは、この地球の空気感に
自分の波動を合わせられるかどうかを見極める重要なステップなのです。3つ目の審査は、忘却耐性テストと呼ばれます。地球では、生まれる際に、ほぼすべての魂が、過去の記憶を忘れてしまいます。星の記憶、宇宙での経験、過去の転生での学び、自分がどこから来たのかという理解。こうした情報は、地球では、一度完全に遮断されてしまうのです。宇宙規模で見れば、これは、非常に得意な現象です。ほとんどの星では、魂は、前の経験を覚えたまま、成長していきます。しかし地球では、記憶を失って生まれることが、学びの根幹となります。忘却耐性テストでは、魂は、強制的に、無記憶状態に置かれます。自分が誰なのか、わからないまま、意思や選択だけで、シミュレーションを進めます。そこで魂が、どれだけ混乱するのか、あるいは、状況を自分なりに、理解しようとする力があるかを、見られるのです。記憶がない状態でも、自分の中心を失わずに、行動を選べる魂は、忘却耐性テストをクリアします。しかし、記憶を失うことを、極端に恐れたり、存在の不安に、耐えられない魂は、このテストで、苦戦します。こうした魂は、記憶を保持したまま、学べる星へと、導かれていきます。そして最後の審査が、肉体制約テストです。地球の体は、様々な制約を、持っています。重力、老化、体力の限界、病気、痛み。こうした制限を受けながら、生きることは、魂にとっては、非常に重い負荷です。宇宙の多くの文明では、痛みという概念自体が存在しなかったり、肉体の老化がほとんど起こらなかったりします。そのため、地球の肉体は高密度で重く、動きが制限される器として知られています。肉体制約テストでは、魂は仮の体に入ります。そこでは、疲労し、重さを感じ、動きが制限される体験が与えられます。また、体を通じた感情の増幅も体験します。地球の体は、喜びや悲しみを強く感じるように設計されているため、魂の負荷はさらに大きくなります。これらの制約を受けながら、学びを選ぶ意思があるか、肉体の感覚とともに生きる準備ができているかが、このテストでは試されます。魂が肉体の重さに耐えられず、混乱する場合、地球転生は延期されます。地球を望んでも、肉体を扱う覚悟が整っていなければ、受け入れは許可されません。これら4つの審査をすべてクリアした魂だけが、地球への転生を許可されます。いずれも、厳しいテストであり、宇宙審査を通る魂は、全体の中でも、多くはありません。地球に生まれているというだけで、魂はすでに、多くの段階を経験し、意志を持ち、準備を整えてきた存在だということが、わかります。これは決して、優劣ではありません。ただ、地球を選ぶ魂には、濃密な学びを一気に進める意志がある、ということです。宇宙審査の場では、もう一つ、重要な項目があります。それは、地球で何を学びたいのかという、魂の意図です。感情を扱いたいのか、人間関係の循環を整えたいのか、自分軸を育てたいのか、愛を学び直したいのか、それとも、過去の星で完了できなかったテーマを、ここで回収したいのか。魂の意図は、地球での人生の方向性に強く反映されます。どんな家庭に生まれるのか、どんな性質を持つのか。これらはすべて、魂の意図と審査の結果によって選ばれます。また、宇宙審査では、協力者となる魂も同時に選ばれます。家族、友人、出会う人々。それらは、偶然ではなく、お互いの学びを補い合うために設定されている場合があります。魂同士が協力して、お互いの課題に取り組む姿は、宇宙から見れば、一つの共同プロジェクトのように見えるかもしれません。この共同学習は地球特有の仕組みであり、
深い絆を生む要因にもなっています。4つの審査を通過した魂は、地球での人生を大まかに設計します。しかし、設計図は絶対ではありません。自由意志が存在するため、人生の途中で選択が変われば道は分岐します。それでも、魂が選んだテーマは、人生の中心に流れ続けます。学びたいことがあるからこそ、そのテーマに関わる出来事や人物との出会いが起こります。それは、大きなイベントだけでなく、日常の小さな選択や気づきの中にも織り込まれています。ここで、一つお伝えしたいことがあります。それは、今、地球に生きているあなたという存在は、この厳しい環境を選び、審査を通り抜け、計画を立て、意志を持って、生まれてきたということです。これは特別なことです。地球は、誰でも、簡単に来られる場所ではありません。混乱の中で、自分を保ち、制約の多い体で学び、重たい感情を扱いながら、前に進むことは、宇宙的に見れば、高度な魂にしか、できないことです。だからこそ、今地球で生きている魂には、必ず意味があります。それは、大げさな使命でなくても、日常の小さな選択や、人との関わり、受け継がれた流れを変えること、あるいは、自分自身の内側を整えることかもしれません。どんなテーマであっても、それは、あなたの魂が望んだ学びであり、地球という難しい舞台を選んだ理由があるのです。今回は、魂が地球に転生する前に受ける宇宙審査についてお話ししました。これらを理解すると、地球での生きづらさや感情の揺れ、人間関係の複雑さが単なる問題ではなく、学びの一部であることが見えてきます。次回は、審査を通れなかった魂がどこへ向かうのか、そしてそれぞれの星でどのような学びを続けていくのかについてお話しします。地球が最終段階に近い理由、そして宇宙の学びの地図がどのように広がっているのか、その視点を開いていきたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。